れに乗っていく。かわいい。すごっ。すごっ。自転車のベルみたいな。美味しそう。ムシムシする。外側に辛いのついてるって感じで。メニューとかあるよ。ゴーヤチャンプルー。冷ややっこ、揚げ出しとか美味しそう。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さすがになんか自由に持ってき始めたかと思って食感がプチプチしてる。プチプチしてる。すごい沖縄料理だ。
沖縄そばか。うん。うまい。うん。美味しい？うん。チンビン味って。風が吹くと結構涼しい。道沿いずっと行けば沖縄をめっちゃ感じるね。めっちゃビレッジ、めっちゃアメリカ。かわいい。うわ、めっちゃ綺麗だ。やば。めっちゃ青い海が。ガーディちゃん。これがポートマン。ああ、ピザ食べよう。単品どれなのするドリンク。はーい。お、なんかすごいパリパリだよ。めっちゃ本格。うまっ。めっちゃ沖縄の味がする。やばい、沖縄の味だ。パインココナッツだ。買う？うん、買う。お花買う？かわいい。沖縄って書いてあるよ。かわいい。オイルを垂らしていい匂いになると。元部牛ゴーヤ。そうする？
ルクッキーみたいな。めっちゃ海感ある。本当だ、みんなでもめっちゃ魚見ようとしてる。美味しそう。全然大丈夫ですよ。あ、待って、切っちゃえばもうこれ始まってんのかも。つけて。これコロコロ使っちゃう。そう。ちょっと待って、違う人にやる。大人気ゲームスカイ星を紡ぐ子供たちでは今、ディアバンゴッホ親愛なるファンゴッホへと称したスペシャルイベントを開催中です。通常版ではチュートリアルを体験した後にプレイが開始しますが、新規アカウントであればチュートリアルの体験なしにすぐにプレイ可能なので、初めてスカイで遊ぶ方も始めやすくなっています。スカイはね、小学生の頃に友達がすごいやってて一緒にね、空飛んだことあるんですけど、今回実際に私も最初から最後までプレイしてみたんですけど、始めたら最後までやり通さないと気が済まないというか、世界観に没頭してしまって、まるで映画を一本見るような、そんな感覚でプレイしていました。ゴッホにね、詳しくない人でも絶対にやってほしい、そんな作品です。ゴッホは生前全く売れない画家だったことは有名ですが、そんなゴッホの生前の苦悩や歩みと、ゴッホを取り巻く家族、弟のテオや義理の妹ヨハンナとの関係性をモチーフにゲームが展開していきます。今まで私が知っていたゲームとは全く違う新しい感覚に陥るような、そんなゲームでした。今流れている音楽もゲーム中に流れる BGM なんですけど、この音楽も相まって世界観にね、つい没頭してしまって、ゴッホの苦悩と自分の生きづらさを重ねて感傷的になりつつも不思議と癒されるような、そんな時間を過ごしました。このゲームはちょっと特徴的で、操作自体はすごい簡単で誰でもできるんですけど、まずね、何したらいいのか全貌がつかめないってところから始まるんですね。それがまた新しい感覚ですごい楽しいんですけど、少しずつ手探りで進んでいく感覚がゴッホの人生そのもののように感じつつ、クエストが始まる前に流れる映像から少しヒントを得たりしながら、ゴッホや家族の歩みを星の子を通して
一緒に追っていきます。この感覚はね、説明するよりもとにかくまずプレイしてみてほしいです。ああ、よかったね。なるほど。こうやってどんどん進んでいくんだ。はい。本イベントでは1から6までのクエストが用意されていて、全部で2時間ぐらいでプレイし終えることができるんですけど、特に最後の5、6番目のクエストでは展開が大きく変わっていきます。プレイし終えた後は、私は思わずゴッホの作品や人生について調べてしまうほど世界観に魅了されてしまいました。ぜひこの名作をプレイしてみたいと思った方は、概要欄のリンクよりダウンロードしてお楽しみください。個人的にもめっちゃおすすめです。ありがとうございます。めっちゃやばいから。これに乗っていく。お菓子があります。風が強くなる可能性。漏れてる人みたい。めっちゃ綺麗だよ。行った時ね、そう少なかったのね。シーサースタバ。かわいい。なんかカップとついてんだ。かわいい。
やば。見た？わからん。スッカルーチョのもうちょっとマイルドな感じ。美味しいよね。かわいいねこれ。うん、かわいい。めっちゃ寝てる。美味しそう。おお。これはポキ。美味しそう。いや、大丈夫だけど、止めたかったら止めてるよ。うん。うん。うん。うまい。うん。照り焼きチキンのもっと優しい優しい味。うん。うん。ポキです。今日はあそこにビーチが海水浴できる海があるので、あそこに行ってのんびり過ごしたいと思います。があるんですけど、なんかね、お湯が出なくて入れませんでした、昨日。
ス。夜めっちゃお腹すかんって聞かれてすかん。フーチャンプル。フーってなんだろうね。油揚げがね、美味しい。沖縄のなんか、フーっていう食べ物かな。炊き込みご飯。うん。優しい味だね。おーちゃん。ぽーちゃん。はい、叫んない。好きないですか？はい。昨日にしました。写真の向きに近寄らないでくださいと。はい。8分になります。風が強くて、流さなきゃ。方向転。なんか横長のハンマーが。あーね。食材じゃん、ナマコって。何食べても美味しいね、このお店。ミートソースパスタそうそうのそう上のミートソースがもっとピリ辛でご飯食べる。焼肉。なんかホタテみたい。あ、怖がってる。ねえ。うちら泊まってるとこどこ？
店内しよう。スパイシー、なんだっけ。美味しそう。やばーモンスカッシュ。クリーミー。めっちゃクリーミー。わかりからいいな。バナナスムージー。うん。あ、すごいね。怖いよね。待って、丸にするのがめっちゃむずい。めっちゃ下手くそ。難しい。土を塗るときも同じようにセットしてねじりながらやっていきます。青と緑。緑色。本日手がかかるの自由でコツを紹介します。そんな感じ。緑や。おー、かわいい。うん、めっちゃかわいい。もうダメ。ポッポ。これでこれ難しいで、筆万歳してるから。続きまして東京羽田空港行き918便はブルーツ沖縄購入品。まずはポストカード3枚買いました。沖縄のイラスト。これもまた違ったタッチのイラスト。なんかこれは沖縄のマップみたいな感じ。めっちゃお気に入りです。これは動画の中でもカバンにつけて使っていたんですけど、ハイビスカスのクリップです。かわいいピンク色が好きです。シーサーの、なんだったっけ、瓦石、ここにオイルを垂らして使うもので、このシーサーは男の子。口を開けてるのは男の子で、なんか邪気を払ってくれるらしいです。それ用に買ったアロマオイルでローズの香りなんですけど、たまに一人で寝る時とかには垂らして使ってみようかなと思います。貝殻の形をしたメモスタンド。メモスタンドです。こんな風にポストカード飾っても可愛いかなと思って買ってみました。これはね、クリアファイルです。220円だった。ポストカードと同じ柄です。可愛いでしょ。これは氷島、氷島の売店で買った T シャツ。めっちゃ可愛いでしょ。動画の中でもうすでに着てたんですけど。ハート。可愛いでしょ、これも。氷シュリンプの近くにあるベニーズっていうなんか浅い屋さんのデザインかなと思います。浅いボール、そういえば食べてないや。クッキー。シーサーの形のクッキーです。色が可愛い。これは多分紅芋かな。チョコチップもあります。これは空港で帰りに買ったホノルルクッキーです。なんか見つけたらつい買っちゃうんですよね。日本で売ってるの多分ハワイ、じゃないや、沖縄だけなのかなと思って思わず買っちゃいました。